よいしょ。さあこんにちは、ピーナッツグルーフォート始まりました。はいよ、入ってきちゃって。さあそういうわけで始まりました。いや今日はですね5人でお届けします。はい、味方くん来ました。よいしょ。そうっす。真ん中。さあそしてリー代表です。よいしょ。さあそして夏福士来ました。よいしょ。おはよさあそしておまけのせないで。よいしょ。よいしょ。いいなそのポジション。いじられるからいいな。いじられいじられ。美味しいな。ずる美味しい感じになってますけどね。はい来ました。よいしょ。さあ今回はですねこちらですね。前回お話ちょっとさせていただいたんですけども、イベントで行った昭和 VS 平成のイベントでまあ惜しくも僕らちょっと負けてしまったので。そうだね。それの罰ゲームと題しましてなんか店長いるけど罰ゲームと題しまして滝行の方に僕ら行ってまいりました。はい。いや一応僕と瀬名店長は2回目なんですけど、そうですね。まあでも前回に比べたらね、前回に比べたら、前回の VTR ももう YouTube で上がってるんでよろしければご覧になってみてください。本当に行ってきました。それのね VTR をねちょっと今日後半にちょっと、お流ししたいかなということで。あーこれはあれだ。ラーメンのチャーシュー最後に食べるタイプだ。いや僕結構前半で前半半期でいきます。後半でまた半期でいきます。でも最終的にやっぱ器用に食べるやつが一番ありやね。チャーシュー麺の時はもう夢のようですね。いつ食べてもチャーシュー味わえるっていうね。チャチャーシュードリーム。チャーシュードリーム。なかなかチャーシュードリーム叶えることできない。俺チャーシューいらねえタイプですね。いらないですか。いらないタイプですね。俺もあんま食べないけど。チャーシュー残すっすもん俺。夏さん髪染めたって言ってますけど。はい。いや多分色抜けたっすね。歌舞伎町めっちゃ髪明るく見えるね。髪超明るくないですか。これちょっと光が結構強いんですよね。あんま変わんない。あんま変わんない。東條誠みたいな。俺もリタッチしただけなの分かる。個人名だけ許可得てんのかお前。夏さん服に何て書いてあるのって来てますよ。狂犬。これちなみに後ろもあるんですよね。バックプリントもあるんです。あります。でバックプリントちょっといいですか。はい夏男って書いてある。今日俺もそれで夏男。若頭って書いてある。これもバックプリントあるんですよね。もありますね。なんでしかもちょっ汚ね汚ねえし若干汚ねえしいやこれねいろいろ訳しかも全部ちょっともったいぶった感じでしょ。後ろなんて書いてあるの。後ろが見えます？グイのし。これちょっととある方からいただいてね、僕もちょっといただいたんですけど、その T シャツを着て僕は滝行に行きましたんで、よろしければねそれもご覧になって。あそうです来てましたね。来てました。まあどうでしたか。ちなみに初めての滝行だったということなんですけども。ああでもなんか良かったんじゃないか結構な。すがすがしいよね。面白かったですよ。多分髪明るくなったっていうのも多分滝行受けたからじゃないの。あれでなんか抜かれたんですかね。悪いもん抜けたから。清められたっすね。色も抜けたっすね本当に。抜けた。多分それのせいだよね。確かに。滝行行ってみたい。でもあれ女性の方も来られるって言ってましたよね。僕らが行ったところが奥多摩の檜原村っていうところなんですけど、なんかとあるお店によってはなんか新人の方が入られたらそこでね結構清められるっていうお話も。一般の人もはい来るっていう話だね。滝行有料多分普通にやる分にはお金かかんないんですけど、なんかその儀式だったりインストラクターの方をつけるとこれ値段言っても大丈夫ですかね。おいくらぐらいですか。まあ5000円。お一人5000円。一人5000円。で5000円ぐらいなので、まあ行きたいっていう人は多分行ってみた方がいいでもかもしれない。5000円以上の価値はあるよね。ありますね。5000円以上の価値ありますね。それ以上の価値ある。はい。ただ行くまですごく山道なんで、山2つぐらい越えるんで。ダメ。きびだんごないときびだんごないと多分たどり着かない。結構大変ですね。猿出てきちゃう。何人か着いた瞬間入ってましたね。結構山道でしたから。前の日も飲んだんだよ。前の日そうしかも何人かっても限られるじゃないですか。もうすぐ吐くやついますかすぐら。吐く人いましたね。もうすぐ滝行に行っちゃったっすね。営業後の朝ですね。
次の日の朝に行きましたね。朝結構早かったですね。なんで7 7時ぐらいですね。最初なんかでもあれだよね、その行く時のテンションと先受けたぐらいの昼頃のテンションみんな違かったよね。そうですね。もうまさにもう目覚める感じです。冷めたんですよね。俺と店長とかも朝までクレイジーホースで飲んでたのにベロンベロンだったんですからね。寝てない感じで行ったよね。寝てない感じです。一睡もしないね一睡もせず行ったね。やばいな、あれ。やばいです。きついきついいや。震えたねあれは。しかも飲み方ですから車がきつかったんですよね。そうですね。揺られる。だからあれじゃん、あと一番後ろ側はあれだけチョイスのロックのめっちゃうるさい。スピーカー一番近いところだったよね、一番後ろやばの席は。いっすよ。スピーカー半端ないね。帰りも前日だからメタルかけてましたからね。俺バスタオルでスピーカー塞いでたんですよ。ボーンしてた。面白いですけど、でも正直薄かったっすね。でも帰りはもう本当落ちたっすね。みんな落ちた。みんな落ちたっす。頑張ってたんですけど帰りも秒だった。帝が俺の隣にいてくれたんだけども、帝がこうなんか気遣ってこういろいろ質問してくれるんですよ。なんかいろいろまあ助手席あるあるね。寝ちゃいけない系のね、多分気遣ってくれてたんで、だから俺もなんか質問しようと思って質問して答えたのが2時間後っていう。帝の中では一瞬だったんだよ。意外な中で一緒で多分長い瞬きだよね。長い瞬きしてたから。先輩が運転して寝づらいし。それはあるよね。だからすごい重くそなんか姿勢良かったですよ。すげえ姿勢よかった。すげえこうやってバレてたバレてた。バレバレだったよ。俺またオーナーと前あれですね、山中湖かなんか行った時にはいはいはいはバーベキューするっつって言った時うんうんうんも俺速攻寝てやったっすよ。なんでそんなあんま気にしないもんね。俺気にあんましない気にしないから。でオーナーなんか喋ってたの聞こえたんですよ。寝るとかマジありえないわ言ってたんですよ、ね、マジでこいつ舐めとるなみたいな言って俺聞こえたんですよ。マジ寝てたんですよ。無視そこで起きてかまったら瞬間に終わりですからずっと起きてなきゃいけいやないけどな。もうそしたらもうやべえなってなるんでそれ寝てる方が正解ですね。でなんかあれですか、行った時にジェットスキーかなんかので後ろで乗らされてなんかあれですね振り落とされ振りて下ろされてでその後になんかバーベキューしてなんか砂肝食ったんですよ。はいはいはい。そしたら歯かけたんですよ。なんか入ってるなんか入ってる。だから新鮮だったんじゃない？砂肝で奥歯かけたっすね。それ僕も一緒に行ってたんですけど、そうですよね。お肉がなぜかホルモンとかそうホルモンしかない。なんか歯応えのいいやつしかないの。すっごいのしかないんですよ。もう内臓系だった。チョイスがなんで肉がなかったんですか。肉あるんだけど、はなんかなんていうの、肝とかなんかそういうのしかないっていうか。すんげえだよ。野菜出せって言ったらもやしと普通いらないじゃないですか、トウモロコシとか人参とかなんか全部メインを外してるんでしょ。ねえ、しいたけとかあるじゃないですか。全部なかったっすね。肉をでしいたけ洗ってこいっつったらしいたけ手もみ洗いしてくれもうなんかこれ煮つけたのみたいな形ないよ。普通さっと洗うだけですよね。そうさっとやる。手もみ洗いはやばいと思って多分塩を揉み込んでたんでしょうね。やばいよマジで焼きそば作れってなったら、ある2人のねはい。人がね作ってたらもうまあ焼きそば作れない。そうです。焼きそば作れなかったっすね。そしたらやばいねそしたらオーナーがこう遠目で見てて怒って一人でジェット乗り行ったの。もう振り落とすことすらしないから一人で行っちゃったから一人で乗り行ったのあれ受けたっすよね。受けました。あ、女の子でジェット乗り行った。焼きそば作るだけで人を怒らせることってなかなかないなかね。なかできない。やばいっす。その一昨年に俺とルイさん行きましたよね。行った行った行った。俺ら二人でね3人乗りしてはい。なんだっけ、なんか映像撮ってたんだよね。そうですハンディカムで。で、今から行ってきまーすみたいな、すげえ
のどかなやつやって1分後にはもうその笑顔がなくなったよ吹っ飛ばされましたよ。一瞬吹っ飛ばされて俺ら水落ちって水泳できるから大丈夫だろう思ってたら息できなくて沈んでくって海水じゃないから沈むんだよ。そうですよね。いや浮かないんですよ湖は一応ライフジャケット怖いっすよね。しかもなんかでしかも静かだし。そうしかも透明だからさ下見るとさ海藻がさすごいあるじゃん、はいはいはい。そうあれがすごいなんかもうなんか手に見えるすごい怖いっすよね。湖はまず貞子とかでこういう感じの湖でそれぶっ飛ばされて、うんでまあ勢い余って俺吐いちゃったんですけど、うんゲロ出たんですけど魚来た魚ゲロ出てでリトいたんですけど、それもリトが俺のゲロをかき分けてそれかき分けてあいつが戻ってくるみたいな。それまだリトには言ってないです。知らないんだ。知らないです。俺のゲロをかき分けてこう泳いできたのは知らないです。それ言わねえであげて。絶対言わない方がいい。絶対言わない方がいい。ちょっとジェットとかの上乗ってる人からじゃないと見えないからねその光景はだからそのジェットでやっぱりその紐をつけてやるじゃないですか、この浮き輪で、俺後ろでこう支えてたのに俺落ちたんですから紐持っとけみたいな、ファンに絡まったら危ないからっつってこうやってやってたら俺落とされたんですよどっちに曲がるか分かんないから、後ろ向きだからこうなんですよね。だからどっちに曲がるか体重とかできないんで。分かんないけどそれ振り落とされてバッてゲロ吐いたらリトがそれでわざとじゃないですからね。もうだからもうそれぐらいも気持ち悪くなっちゃったっていうことですからね。しゃあないですね。しゃあない。あの時も早かったっすもんね、結構朝早かったっすからね。あの時さ急に呼ばれるからなあれなそう急に呼ばれて金取られるあれっつってでももうそろそろだよね、時期的にね。いやもう絶対行かないっすね。もう俺でもはこの時期に行ったんじゃないですか、5月ぐらいですよね。それぐらいでしたっけ。どうしたの行っあ俺らでももうちょいその後ぐらいかそうですね、夏ぐらいだったと思だってうんですよね。みんなその何人かちょいちょい連れてかれてみんな振り落としてなんか楽しかった笑ってたよみたいな女言ってたけど俺らその後から一回も落ちなかったはい、もう絶対落とされたくないって言って、腕筋肉痛になりましたもんなったなったすぐに。ポカリも開けらんないぐらいいやでもあれなんで俺金取られたんだろう俺の最後までだって行きたくない派だったっすもん。そうですよね。そうだよね、やつね。あんま行きたくない行きたくないって言ってたのに金取られて。金取られるっていうで、ゲロ吐くわいやしゃあなしで行ったのにもう金取られるしみたいな、もう露骨に500円玉で全部払ったんですよ払ってましたね。そしたらオーナーの財布パンパンになってたもんねお金で500円玉で待ってお前ちゃんとこれあんのかみたいな今年は帝あたり行ってみようか。僕ですか。完璧振り落とされる。いや面白いねいや面白い。面白い、一回はねなんか洗礼ですね。うん洗礼ですね。そうしたい。行きたいですね。でもまあ普通に多分この仕事してなかったら自分でジェットやるかって言ったらまあまあやらないよ免許取らなきゃいけないはい。あ先生はねそうそう小型小型ですね。外国行ったらなんかできるでしょ外国行ったらできますね。でも結構今厳しいからなんかめんどくさいとかすいませんでしあそうなのはい。すぐ取れないみたいな感じだよね。飲酒運転が多いんで。ああそっかはい。あ、飲酒運転なんのか一応あれも。そっかそっかめ。っちゃ飲んでたねそうですね。飲んでたわあの人そういえまあ僕らその後どうやって帰ったんだみたいな感じになりますけどね。僕らその後どうやって帰ったんだみたいな感じになりますけどね。ばお前は運転してたけど俺は寝てたから分かんない気がついたら新宿いましたね。多分途中で代行頼んでるんですよ。大根頼んだんだね、多分ね。多分代行ロ頼んでールスロイスでロールスロイスもう物言わせてたっすもんね。そうですね。ロールスロイスだぞこっちはみたいな感じでも高速だとね、もう。あれでもそういえば真ん中走るですもんね高速あの人ね真ん中走ってるですもんね。多分車線の上を走るっていうのがありますけど。ハマーの H1 ぐらいのレベルの大きさだと思ってるか分かんないですよね。ハマーか戦車かロールスロイスです。真ん中通るの。すごかったねまあそういったこともありました。でまだオープニング行ってないんでオープニング一回行きますか。あそうそうじゃあ今日主役なんちゃう。はい代表がじゃあ。ありがとうございますじゃあオープニングスタートよいしょ。よっ
人になるとねみんなねあんまり出かけないからね、まあ、そう言ってね連れて行っていただけるのはすごくありがたいんですけどね。確かにうん俺そのオーナーとドライブの話なんですけどはいいいんですかねこれ言っちゃってもうなんかはいすでに面白そうじゃんまあオーナーと夜な夜なドライブに行ったことがあるんですよはいはいはい2人でああなんかいいねなんか珍しい何してんのみたいな感じでいや僕今家っすねって言ったらお今すぐ来いよみたいな感じで行ったんです。そしたらまあ車ではいどっか行こうみたいな、はいでなんかいろいろこう千葉とかはいはい千葉の方バーって行ってまあまああれだはいね普通にドライブだねドライブしたんですけどびっくりするのがはい2人じゃないですか。はい話すことマジないんですよしかもお酒お互い入ってそうないですね、うんシラフの状態話すことマジねえなと思ってオーナーも多分そう察したんでしょうね。はいうんすっげえ薄い会話してきましたね最近どうなのみたいなアバウトですね俺女のなんか久々に会う女の子に話しかけられてたんじゃないぐらいのやばいな千葉まで行くって言ったら結構時間ありますよね。結構あったっす。だからでも寝れないじゃないですか。もうそう2人きりだからもう完全にうわやられたと思ってやられたやられたやられたと思ってやられたと思ってその時残った会話はないんだじゃあ結局残った会話っすか、うん残った会話はないっすねまあでもまあ3時間ぐらいで帰ってあっち向こうで飯食べて、うんはい帰ってきたんですけどいやーあれでしたねずっと最後に盛り上がったって言ったら、車 BGM あるじゃないですか、はいはいで、まあ、FF の系の曲を流してて、俺が「あこれ FF これ6っすね」って言ったら「お前わかるやん」みたいな「お前やっとるの」みたいなそれで終わって渡すの俺はピークそこっすね曲当てクイズみたいなイントロドン FF のファイナルファンタジーの曲のシリーズ何と、シリーズ何のどこどこのボス戦とか、はいはい細かいやつ細かいやつのでもさそう考えたらさやっぱさなんか話すことなくてもそこで話があったりとかするからまあいいわけじゃん、じゃあ例えば今このメンバーちょうど昭和いるじゃん、はいこれ平成のうちの従業員平成の子を、例えばじゃあ2泊3日でもいいわ旅行2人で行くとしたら誰誘ううちの従業員一人限定ですか？一人の方がいいなだってなんかあるじゃん今みたいなさちょっと会話が行き詰まるなんかこう差しでしょそう差しか差しだったら誰誘うわー2泊3日ですよね、ううん誰だろうそれは自分より先輩でもいいんですか？全然いい平成の中の子だったらだから平成の子だったらいいんですか？うんなるほど逆に言ったら店長は抜きねはい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 誰だろうな2泊3日ですよね、まあっす200いやまあまあですね本当に例えばそら見難しいなてる人もさうちの従業員何人か知ってたらちょっと名前出してってほしいもん平成の方要はここにいない従業員だったり平成の子ここ以外が平成だから全員うちがまあどの道マサトマサト出てきたねいや難しいなそれまさまあ無難だよねまさとだったら、でもなんかレイチェルゆずきあたりじゃない夏はレイチ違うのェルゆずきまさとはるかは難しいもうゆずきはもう完璧にいじられ役ですからね俺多分みんな当てられると思う俺はサクさんとかになっちゃういや俺もサクさんかなと思ったんですけど2泊3日2泊3日っていうのがそうですね1でも泊2日だと俺だって誰でもいいこのんですけ前逆にさその平成と昭和のポスター作ったじゃんどはいねえ分けた時にお客さんが「サクさんって平成なの?」って言ってたからねああまあちょっといい意味で大人の昭和感ありますまあ会話もどっちかというとこっち側よりそうだねほらね平成な感じしない、昭和感の昭和感住宅情報館みたいな館の方でサラダ感とかねサラダ感シャディとサラダ感懐かしいです書き直した逆にそれこそ平成の子知らないよそのサラダ感サラダ感しかないあったっすねサラダ感これあったあったあやともありですね俺あやとねあやとはわかるわ
まあでもあえて意外と連れてったら一番なんかテンション上がってそうだもんね。そうなんかこんなんやってそうだもん。最初の腰重いっす。だけどさあ最初最初の腰がマジで重い。とりあえず車乗せちゃえば早いみたいな感じある。なんかリファあとレイチェルあたりは想像がつくんですよ。想像がつくるあーだから想像がつかないこと行きたいですよね。2泊3日だったら波乱万丈なのが面でも白い。確かにレイチェルとリバだったら荷物持たせちゃうもんな。いやゆずきは持ちますじゃあ自分から持ちますから多分最高持ちっもうすね。いいよいいよって言ってもさ、その持ってる腕を持ちそうだもんね。あいつへいっつっていやリバ逆に疲れる。いや俺の先輩飲みに来た時にあったじゃないですか、リバが、俺の先輩が飲みに来た時に兄貴みたいな兄貴お嬢多用してますね。兄貴って言ってで2人来たんですよね、でもう1人先輩来て、1人に兄貴って言っててじゃあ俺はなんだよみたいな、もう1人先輩に言ったら兄貴の師匠って言って構図わかんない兄貴使っちゃったから次使えないと思って使えないですね。そしたら俺の先輩おいふざけんなよと思ったら、まんざらでもないから結構引いたんだちゃんと。うん2分1引いたんですまんざらでもないから偉いなあいつ。まあそういう感は鋭いですからね危険な賭けですね、でもそれ。わりかし危険な賭け。多分 CM、まあ、知らない子は多分ねあれだよ。後で CM 出る時にもあれ出たっけうちのあ、多分流れるんじゃないですか。そう流れますよね、多分うちのは。そのなんかホストなめんなよって声高いやつがいるからそれがゆずき。あいつやばいっすよねあいつやあんな先輩いたら腹立つっすもんねただ単に腹立つっすもんねでもあいつやっぱ長くいる分徐々に先輩になってってんだよね今ね。今ポジション的に長いんじゃん。長い1年以上も経つね。ですよね。俺より先輩ですからそうですよね。歴で言ったらそうです。1年半ぐらいは俺より先輩だからねやっぱ先輩なんだ先輩レイチェルゆずきは俺の先輩ですからね一応ねこのグループではね。グループないではだってレイチェルとかもう最初夏くんだったっすもん仕事を教える側だったのになんかねなん今か教えられてる夏くんツンケンした感じだったよね。先輩パワー出してた。なんか移籍してきた組みたいなのあったじゃないですか、はいはい。電撃移籍的なね。そしたらレイチェルも移籍してたからみたいなそれまでチヤホヤされててなんかすごい良かったらしいのに俺ら入ってきたらなんかポジション取られて一気にそっち行っちゃったから。じゃあでもなんかあいつ的にはなんだあれ話聞いてたら最初は夏入ってくる前にも電撃移籍みたいな書いてあったはいはいで書いてあったんだけどその後なんかまあなんこうズルズル来たじゃん。でその後夏来てなんかその退院の時にお客さん呼んでてさその時に思ったんだって本物の電撃移籍レイチェルの場合は静電気遺跡ですからね。稲妻走ってね、静電気パチッて言って、あ、なんかいたみたいな。完璧にそれアクシデントです静電気遺跡ですからね。コツだったもんなレイチェルその卓わかんないじゃないですか、A 卓とか B 卓とかわかんないから、でたまたまレイチェル行ったんですよ、でちょっと言われてどこどこついてほしいんですけどみたいに言われて店長か誰かに言われて、あ、わかりました、着きますっつってレイチェルがいたからそれどこどこの卓って何ですかって聞いたら、いや俺わかんない露骨。だからもうなんか多分その時にはまあ本物だから分かるでしょぐらい。露骨いや、ちょっと引き出して嫌な先輩だな先輩潰してるじゃんもう完全にそれ。しかもそれライバル意識の出し方間違ってるからそう、それ一番やっちゃいけないパターンのライバル意識だよ一。番言っちゃいけないでそこで確かあれでしょゆずきがなんか兄貴になったんじゃなかったっけ。あ、そうそうそう夏くんが夏さんに切り替えるのが恥ずかしいからあ、なるほど。イカ兄貴挟むって言ってましたもんねイカ兄貴挟んででそのなんかいきなり変えたことをなかったことにしたレイチェルが言ってたんですよねで夏くん兄貴夏さんにしたら何回し置いたの兄貴決める俺も対面の時から夏さんには夏さんでしたからね普通にいや受けたねレイチェルは今、ナツさんにどんな感じなの？どうなんですかね。あでもでもすごく慕ってるんじゃないですか。夏さん夏さんってくっついていってるナツさん愛は感じますね。なんかまだしびれてる感じはあるもんね。は
静電気電気は感じてるでしょ。面白いですよなんか電力が違うからね。電力違いますね。電力違う。アンペア数が同じ電球でもアンペア数がワットがワットワット違うな。レンジの場合除去シートで済むやつですからね。除去シートでガソリンスタンド行ったら大ガソリン体の除去シートここにタッチみたいなや一番これまあ間違いない豆電球以下だってつ何もつかないやつですよ。ちょっとチクッとするやつです。電気風呂以下だもん。でも静電気ってあれムカつきませんたまに車閉めるときバチッとかってくるとあまあね。そうだからちょっとなんかムカつく。ちゃんと広げてちゃんと広げてもらっていいですか。いやこれ以上だとさ本人いないのになんかただの悪口になっちゃう。ちゃんと危広げてない言いそうだったから除去シートかも。多分これ見てるかもしれないですからね。レイチェルあ逆にね掃除しながら見てるかもしれないですうわいじられてんなーって多分画面の向こう側でニヤついてるっすねニヤニヤしてるおいしいようわ俺いないとこで売れちゃってんじゃんね。俺をネタに使ってるよみたいな。おい違うからな。その前に多分違うからゆずきもちょっと俺のレジしてるみたいな俺のレジしてもらってる兄貴が多分周りにあれでゆずきの場合なんかゆずくんのこと言ってるよっていうのを一回知ってるのにマジで知ってるのにそう何みたいな気づいてんのにあいつ携帯見てんのに携帯見てるちょっと隠しながら呼んだみたいな感じ。あマジか俺も名前呼ばれてんのみたいな。容易に想像つきますね。みんな同じ絵浮かんでますよ今。でも想像できるのってすごいっすよねそうですすごいですよ。キャラはっきりしてるよ。ゆずきに電話しますよ今何しとんねんお前みたいな。いやこの間鍋やるって言ってはいゆずきに白滝じゃなくてマロニー買ってこいっつったのはいはいはい。買い忘れてっつってであいつの号だからなんかマロニーなかったとか言って春雨とか買ってきそうなんだよなっていう話をレイチェルとしてたんですよはい。白滝とかね。はいそしたら俺ん家来てピンポンして「おいマロニー買ってきたんか?」ってまずインターホンではいはいは「よっ!」って言った瞬間に切ったんですよそしたらピンポンなって「マロニー買ってきたんか?」っつって「いや!」っつったからまた切ったでも入れてあげたんですよそしたらマロニーはっつったら「いやなかったんで春雨買ってこようと思いました」ってやっぱり通り。逆にマロニーってそんなになくならないよね。まあなくならないですよね店頭からも。いや多分探してないっすね。確かにマロニーと春雨は多分同じもんだと思ってます。下手したら。あいつの買い物の癖はやばいもんね。やばいっすね砂糖買ってこいっつったらシュガーパウダー買ってきてましたそれあれですねこうやってやるやつ。何これなんかニコラシカやろうとしてニコラシカってショットグラスの上に輪切りのレモンを置いてで砂糖ね盛るじゃないですかパウダーだから漏れねえよみたいなパウダー笑ったよなあれねやふざけんなみたいな感じでばいなあれあとなんかなんかくしゃみで飛んできそうな。そうですね。あとあれもイカイカね。イカのやつイカもやばいよ。イカの話しろんすイカ買ってこいみたいなはいはい。なんかおつまみみたいな感じでそうそうそう乾き物とかあるじゃんはいはいはいでイカそうめんイカそうめん細いはいはいは細いやつ駄菓子の時にさあったよね。そうそうそう30円ぐらいのイカそうめんで。あれをまあつまみで買ってこいって言ってはいで買ってきたら刺身のイカそうめん乾いてないやつ。お前それ醤油入れるやつだろ。乾きもんって言ったのに、濡れ濡れ買ってきちゃった。そうぬるぬる生飲んだやつって面白いな。なかなか買ってこないよね。俺それ見た時にもうめっちゃ笑っちゃったいや俺はおもろいけど多分分かんないよ一回これ出してみって言ったらバチ切れされてたいや、美味しいんですけどね、あれも。いやあれはあれで美味しいんですけど、求めてるのそこじゃないですからね。笑いじゃない間違いじゃないですからねイカそうめん女の子も気使ってイカそうめんぐらいにしとるじゃんね。本物の。おもろいっすね。なかなかですね、あいつ。いやすごい結構蓋開けたら面白いやついっぱいあるよね。いっぱいですねじゃあ狙ってないから面白いですよねうん。これ狙ってたら全然面白くないですもんね。その全部が全部真面目ってのもさ面白くないけどそうですね。それは自分のこと言ってますおい俺一番この店の中で真面目だよなんで笑ったの俺だって一番付き合い長いじゃないですか。今のさ遅れて動揺しちゃってんだよ遅れてから来るやつずるいじゃん一番なんか後追いタイプのやつですね。後追いのやつ一番バカにしてるからね
みんなの反応が怪しいとかね。ルイさん天然そう。ルイさんでも天然ではないですね。腹黒いね。作りですよね。作りのアクター養殖の方だね。培養されてますね。養殖の方だね。俺は腹黒いからな。養殖とか言う。天然もんじゃない養殖はある。養殖でも天然に見せるその風合いさすがですよね。養殖ボケだったら多分俺吉本行って売れてるで。あそこ養殖作りでしょ。養殖のプロですからね。そうね。養成所ではないです養殖でさあそれではじゃあ僕が先言ってきたんで一旦 CM の後皆さん待望のVTR あるんでちょっと長いんですけどちょっと20分以上あるんでちょっと対策をね CM の時のゆずくにも注目注目してください。ではそれでは一旦 CM どうぞ。初指名がやってきたぞ。しっかりお客様に楽しませよう。面白いことやってよ。君いいじゃん。最近この仕事が好きになってきた。今から滝行です。歯茎死んでるじゃん。ますちょっと一回見せてって。誰か張りても歯茎死んでいる。撮影係でマスターもいます。こうやってやってこうやってここナッツさん死んでまいいからす。傷つく。有竹さんおはようございます。やめろよ。企業ビル。バインだよ。大変だよ。バインだよ。バイン。ナさんゲロ中です。できねえわ。ゲロ中です。めっちゃ出てます。まさに滝行です。ビデオ撮影とか自由だから何やっても自由です。何やっても自由だけどさ、終わったらね、終わったら滝行が終わればそう滝の時だけ真面目やってくれるからね。何分くらい入るんですか？何分って入れない今。何分も入れない。入れない無理だよね。3回入る。3回入る。ちゃんと今説明する。こういう撮影は初めてですか？いやいやたくさんあるよ。本当ですか？だってテレビしょっちゅう出てるしさ僕はさ。じゃあ全然脱ぐことに対しては脱ぐことって抵抗はない。皆さんが今日は脱いでるから。入んの？全裸で入ることはない。3回入るんだ。全裸で入っても構わない今日だったら。今日だっていいです。なぜかって言ったら女の人いないから。3回入るんですか？そうで女の人がいればね、女の人がいいってやつ全裸で入ってもいいけど、あと全裸で入った人はね、運動部、大学の運動部がしてさ、1年生スパダかとか言って1年生にいられる。よろしくお願いします。まあ皆さん多分ご同業の方たくさん来てる。多い。プロレス団体。ちなみに僕らプロレス団体。あとさ、この前はさ、ヒゲガールっていう店が新宿に。でしょあれだ撮影のだ。そう。ペギラマ優子来ペギラマ優子来て僕やったんだよね。ペギラマ優子来て見た？あれ見たんすよ。あれ僕が教えたんだよ。男は度胸、女は愛嬌、おかまは両方。ありがとうございます。はい。というわけで今自分ら昭和チームはここどこですか？檜原村。檜原村の勝間の湯っていうところに来てます。でここから移動してなんか神社お参りして滝行の方に向かいたいと思いますんで、楽しみにしててください。店長、まだ店長大丈夫。
で真ん中はね神様の通る道なんで避けるんで、まずここで軽く会釈をしてお賽銭を入れます。からこれを鳴らします。で二礼いたします。じゃあ2人ずつどうぞ。はい。で軽く会釈をして、それからお賽銭入れて、はい。それから鳴らして、どっちかでもいい。それでみっちり丁寧に二礼します。で丁寧に拍手して、はい、そこで神様をおたたえして感謝してお願いを解いてください。じゃあ次の方どうぞ。して再生を入れてカラカラっと真ん中の人に振って、はい、それで、二礼します。ゆっくり二礼をして二礼しますから二拍手します。そして神様をおたたえして感謝してお願いをと思います。はい。結婚相手が見つかりますように。モテモテになりますように。素晴らしいですね。じゃあ皆さんでおはようございます。今日はよく石川県の埼玉県の飯能にある天神様の神社の宮司に来ています。よろしくお願いします。お願いします。手を上に上げます。下にイエイ、元気を殺します。イエイ。それから滝に行って払い玉駅を払い玉駅払い玉駅そうしましたら今度は下の方から上に向けてイエイイエイ。声が小さい。小さいですよ。でもう少し大きくしてたらあったくなります。で出てきます。で次の人に交代するわけです。あ、そんなもんなの？これが第1回目。船を組むようでえいおうえいなんかおう。見た。棒持ってやるやつですね。棒は持たないです。棒持たないですよね。これはね棒は船の歌ってけどえいそうでこの時に思い切り突き出してこちらでこうって引きてこう曲げるとこことここの筋肉が柔らかくなる。でこれを真面目にやると冷たくないんです。あ、そうなんです。だから今5回ぐらいやってみる。はいじゃあえいほうえいほうえいほうはいよ大丈夫。マジですか？ガチ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 はい。ちょっと待って痛い。ちょっと待って痛い。怖いよ。違う。あぶれ貼るだけ貼れよ。トントンするよ。高所恐怖症だもん。いや怖い。めっちゃなんかいい。怖い。ナスさん、誰も見てないんで早くしてもらっていいですか。おい。じゃあ滝が流れてる方向かっていいですか。並んでください。はい、じゃあリレーします。ゆっくりリレー。それからお祓いの祈りを唱えます。それから目を閉じていろいろと清めてくださいとお願いします。仲間の腹にかぶるまりますすめらなますかむろにかむろにのみこともしてやおよろずの神たちをかんつろえにつろえたまいかんはかりにはかりたまいあがすめにまのみことはとよわしはらのみずほの国をやす国とたいらけすしろしめてとこべよさしまつりしかくよさしまつりしくみちにあらぶる神たちをばかんとわしにとわしたまいかんはらいにはらいたまいてことといし
岩根切れ立ち草の柿葉をむことやめて雨の岩倉放ち雨のやにもいつのちわきにちわって甘くたしよとします二礼いたしますご一礼しますそれでは神様によろしくお願いします申し上げますのでよろしくお願い申し上げますとついてきてくださいよろしくお願い申し上げますよろしくお願い申し上げます九十龍神社のお神様十字の滝のお神様よろしくお願い申し上げますよろしくお願い申し上げます足を反対にして今度少し入っていきますえいほえいほって返しますはいえいほ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 はいちょっときたはいしますよね一番バッター誰味方です早っ味方です味方です冷たい冷たいうわ寒いバスタオル持ってきてもいいよ持ってきてバスタオル大丈夫です大丈夫ですでもそれまずいよ怖いわあもう寒いもんここの時代いいな雰囲気あるわ寒いあったかい顎あったかい顎あったかいで一番最初のはいよっいけここで礼を一回いたします一礼上から手を持ってきて気合い入れてイエイはい真ん中に切りますいいってことだはいイエイ洗い止め決めたまえ誰が言っちゃうもっと先もっと先もっと先はい周りにはい気をつけてたまえまっすぐ歩いてって。
ルイさんでした。右、もっと右裏、もっと右裏、もっと右裏。ラストっすか？じゃあもう一回、もう一回、じゃあもう一回、じゃあもう一回、もう一回。これ3回言わないといけないですもんね。3回言わないといけない。3回から。イエーイ。はい、もう一回でございます。払いたまえ、清めまえ、払いたまえ、清めたまえ、払いたまえ、清めたまえ。もう一回。有名だってのそばになる。いけ。払いたまえ、清めたまえ、払いたまえ、清めたまえ、払いたまえ、清めたまえ。どうか結婚できますように。イエイ。ありがとうございます。あ、なんだっけ。払えたまえ、清めたまえ、払えたまえ、清めたまえ、払えたまえ、清めたまえ。あれ、もう一回。払えたまえ、清めたまえ。お願い事っす。なんか言わないと出てこないです。飛んでる。あ、お金。いや、違うな。健康な体が欲しい。払いたまえ、清めたまえ、払いたまえ、清めたまえ、払いたまえ、清めたまえ。将来反対。イエーイ。サラリーマンみたいな。払いたまえ、清めたまえ、払いたまえ。払いたまえ、清めたまえ、払いたまえ、清めたまえ。オーナー給料上げてください。さすが。まだ元気？まだ元気ですよ。じゃあ入るもんか。ラストってことですか？ラストっていうか元気する。どういうことをやればいい？だから普通に払いたまえ清めたまえって。あ、それでいいです。これ5人で入れないんですか、一緒に。一緒に入ってもいいよ。あ、いいですか。じゃあさ、3人と2人で入って半日に行く。イエーイ。イエーイ。最後。一日ついたらその始めますから。一日ついたら。もういいだ。早く。長くつないでください、長く。巻いて。お願いだから。売りかけ払いたまえ。売りかけ払いたまえ。はい、というわけで、滝行終わったんですけども。はい。皆さん、頑張りましたね。はい。頑張ったっす。はい。リー代表いかがでしたか？なんだろう。自分が汚れてたなって。そういうところが全部流してたなっていう思った。なるほど。また、
また頑張れよ来るとは言わない頑張れますね。帝どうだった？いやまさかの4回5回入ってまあ思う存分ちょっと清められたかなと思います。さあ夏に来ておいいや僕初めて来たんですよね初めて来たんですけど君2回目だよねって言われるなんなんですかね初回です初回なのに完全に2限扱いされたんですねまあでもなんか新鮮な体験だったなと思いましたはい、まあ自分もちょっとまあ僕は滝に打たれるのは2回目なんですけど今回はやり遂げられたんでよかったと思いますじゃあ以上のメンバーおいちょいちょいちょい大丈夫です大丈夫僕もね春敵君と同じで2回目なんですけど慣れないね滝はまあ今回いい経験だと思うんでねぜひみんなも体験したらねいいなと思いますじゃあスタジオにお返しします俺が肩まで疲れるめっちゃ切れるじゃんすげえ切れるMake a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face. You big disgrace. Yeah, これやりますね。 You can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. しゃがんでいってください。 We will rock you. ちょっと待ってこんな俺だけど一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いな。イオンインク。さあこんな感じでね僕ら行ってきたんですけどどうだった？めっちゃ面白かったよね。ちょっとコメントが結構いい感じで上がってるんで楽しんでいただけたのかなと。ただ滝行店長だけ打たれてない髪乾いてる乾いてる髪乾いてる最後の乾き方おかしい。あれエセ行事だったの。ちゃんと打たれたよ。極められたよね。ちょっとなんかあれじゃん見てないところですくったやつ。横島な気持ち満載ですね。邪念がなかった。邪念がまだ邪念がね。まあこういった形でね、ありまして、またこういったイベントまたなかったりするんですか？
ロケですか？作りたいロケとかなんかそういうロケよかったね行くような。次はバンジージャンプだねいうわやーー来たよ絶対無理だわ。高所恐怖症2人いるんですよいやー俺絶対できないっすね。バンジーはきついですね。バンジー無理です帝ね。もてかそもそもさなんでこの昭和がやるみたいなこれいや本当にねロケ班組みたいなの。じゃあ今回はもうマジで人数あれどうにかならなかったっすねいや確かにね。あれもう4対12っておかしいでしょ確かに割り振りがおかしい絶対。割り振りおかしいですまあでも多分平成じゃなかったらこの映像は作れなかった作れなかったですドリフ感満載でしたよわちゃわちゃして終わりです。キャッキャしてる次やるとしたらなんですかねでもね。なんすかね滝行ったんでも滝行でも十分面白かった滝行もう一回行きたいですけどねなんかもう一個あったじゃないですかあそうそうやばい方僕らやったら一応初心者用みたいな形で。そうだからその途中でなんだっけヒゲガールが出てたって言ってたやつと同じとこ行ったんだだからもっと何回か行くとなんかレベルアップしたところに行けるみたいな。そこはなんか命を落とす危険性があるのでみたいなのが書かれてるんです九頭竜の九頭竜、はい、檜原村の九頭竜神社っていうところですね。俺らみたいにあれでしょこう滝受けてる人も画像には映せる程度じゃないってことでしょ。だからもう滝そうですね滝で俺らが消えるみたいな本当に危ないみたいなレベルで言ったら絵は撮れないですね。首持ってかれちゃう絵が撮れない。なのでまあもしよろしければねお一人様5000円でできるみたいなんで、まあ行ってみたいという方はぜひともね連絡してみてください。ということで、エンディングトークなんですけども、まあなんと本日5月8日、上条類代表、バースデーイベントございますよと。まあこのね、滝行の、映像をご覧になって、まあちょっとカリスマに興味持ったぞっていう人はね、まあ当日でも今日でも構いませんし、まあ、後祝いでも構いませんので、まあぜひともお祝いにねして来ていただければと思っております。マリュウさんから一言あれば。今日ねまあイベントなんでまあおめでとうをちょっと直接言いに来てくれると、上条類は嬉しいたけやり直しますか最初から。なんでそんなこと言われたら俺悲しいたけだよ嬉しいたけにしてくれよその顔やめてくれもみ消しましょうもみ消しましょう温度差がすごいいや個の力が強いからねうちはさあ無理やりだよさあこの後ね僕らみんな頑張りますんで、応援してください。それではまた来週バイバイ。でもなく溜まり込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたのさっきまで使い込んだ画面をやめガラクタに紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。